スパイのバサラカ7月21日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。はい、ラジオネーム子羊のお肉さん、はい、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。すっかり暑くなってサンダルが履きやすい季節になりましたね。はいはい。夏は勤めて靴の底はさらなりということで、頻繁に10センチ超えの厚底シューズでダッシュをかます私が愛してやまない厚底シューズブランドの話をさせてください。ほ皆さんの認知度はあまりわからないのですが、ブランド名が陽介と言います。う。へスパイにハマった頃に陽介さんのお名前を知った時には運命すら感じました。最近また陽介から真っ赤な厚底ブーツをお迎えしたのですが、お二人は厚底やごつめのお靴はあまり履かれませんか？勝手ながら陽介をおすすめさせてください。はい程よい重量感で本当に歩きやすいですはいはいはい。というのは建前で、おぶっちゃけー、陽介を履いた陽介さんが見たいだけです。なるほどね。今年の七夕のお願い事は、厚底を履いた人間が一人でも増えますようにです。お陽介さん、健太さん、バディさん、よければご検討お願いします。ーいや、陽介愛がすごい知っね。てるよ。竹下通りにあるもん。そすごいね。なんかねこの厚底感。そうすごいよね。なんかでもすごい多いよね。履いてる子ね。そういや、履かなくなったな俺は。あ、履いてたんだ。履いてたというか、なんか割とやっぱ身長盛りたいじゃん。はいはいはい。俺170ないからさ、やっぱあそこで5センチ盛るってはい。そうすると170に行く？行く。173になるのかな。でもやっぱなんかこう服の系統が自分の中でもうこれが主体みたいな感じになってからはもう履かなくなったね。7センチぐらいのマーチンを履いてたけど、セカストで売っちゃった。はあ、なるほどね。履いたことないわ俺。イメージないもん。なんかね、その別にマウントを取るとかじゃなくて、そもそもこの身長を盛りたいとかさまあね、その高いから持ったところで、そう盛るとさ、変になんか浮いちゃうよね。そうだから普通にあれさ、5センチの厚底って、その下のさソールの部分が5センチなだけでしょ。そうってことはさらにさ2、3センチ上がるでしょ、多分。ってことはもう7、8センチ上がるわけじゃん。もう俺その時点でさ190手前まで行くわけよそうだから普通のブーツ履くだけで俺でかく見えるから、基本的には。だしなんか最近のさ、スニーカーもさ、その本当に、ああいうローテクを履かない限り、そう厚底やん。暑いじゃん。そうあれね、そう履いたことないんだよな。そうだから、逆張りで流行ってたよね、薄底が。なるほどね。それこそなんか、鬼塚タイガーとか、プーマとか、それこそアディダスとかも、すごいやっぱ逆張りで、確かに確かに。そうペッターってしたバレーシューズみたいな、ああいうのが流行ってるけど、やっぱ厚底は厚底で一定数やっぱ支持層がいるから。まあそりゃそうよね。まあその足も長く見えるしね、あれやっぱ足だけがそのセンチ数伸びるから。今でもライブで履いてるブーツ、あれも割と厚底ですよね。まあ多分割とありますよね。でも厚底はさ、それだけじゃないじゃん。機能面で言ってもやっぱクッション性が上がるから、それだけで、やっぱその厚底まではいかないけど、基本的にさランニングシューズとかも軽いのがいいっていう派閥と、そうね、クッション性、クッション性を高くする厚くてために軽さを捨てて、クッション性がある方がいいっていう層とで、まあやっぱ分かれたりするから、確かに。だからなんかね、その身長だけっていうよりも厚底って、まあこの10センチとか20センチになってくるともう機能性を捨て去ってるから、あれなんだけど、俺一回20センチのブーツ履いたことあって、やば、本当に怖かった。怖いよそれは。福岡時代にね、それこそキッスのコピーバンドの方たちと対バンをしたことがいて、さすがに憧れもあるから、一回履いていいですか、鹿児島の、ティッシュっていういいね、最高だね。最高だね。コピーバンドの方々、
で履かしてもらったの、ももう怖くて歩けない。ういやそうでしょ、そう相当よ20センチって。そうだから竹馬履いてるみたいなことになるからね。10センチも多分俺もう怖いと思うわ。いや10センチ無理だわ俺も。だって俺ランニングシューズを最近変えたの。うん前までそれこそ俺扁平足だから、はいはい。それで座骨神経痛になったんだけど、だからいわゆるそのアーチサポートがしっかりめのやつを探すとどうしてもやっぱソールが厚くなる。なるほどね。その分さこっちを浮かせないといけない、でそれでサロモンの乱書買ったの、最初でだからあれもどんくらいあるのかな、3センチぐらい、3センチです。このぐらい4センチ、5センチ弱あるよね多分。で最初走った時怖かったもん。浮浮いてるって。まあ確かにそうなるかも。そう、どっちかっていうとスピードラン系じゃないから、長い時間走りたいから、そっちその軽さを捨てたんだけど、そうだそれもう今4センチすら、もうちょっと無理だもん。確かに。いや4センチ浮くとさ結構足首ぐねることもあるじゃん。ある。正直そうちょっと入り方間違えるとさちょっとさ段差があるでしょ、なんかこういわゆるアスファルトじゃなくてさ、ちょっとこう石畳ね。それポーランドで俺走った時に、すげえ景色いい川があるなと思って、Google マップで結構時間あったじゃん、あった。だから走りにでも行こう、気候もめちゃくちゃ良かったから、走りに行こうかなと思って Google マップの道順で行ってた。そしたらもう辺さわかる、確かに石畳っていうかね、あれでこれやべえ、これは捻挫するわと思って、もう大通りにすぐ行ったもん。もう正解よあれは。もうそうだから結構俺もガツガツ歩くタイプだから、てか早歩きだからすっごい、厚底を履くとねぐねるんよね。そうちゃんとその着地感がないとさ、ちゃんとこのね指で掴めてないと怖いっていうか、確かにそれはだから履いたことない。ちょっと今度10センチ履かせてください誰か。フィッティングかなんかフィッティングで10センチの厚底履かなくてもいいやつをということで本編収録準備できたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週火曜夜8時30分から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。